皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日はジャパニーズトークです。私はなるべく語彙コントロールをせずに自然なスピードで話したいと思います。ぜひ字幕をつけながら聞いてみてください。文字起こし機能を使うと2言語表示することができます。ぜひチェックしてください。あと私は3月19日にオノマトペの本を出します。もしこちらも興味があったら概要欄をチェックしてください。今日は久しぶりに話す前にコンビニで買ったものを紹介したいと思います。まずはこちらです。ごめんなさい、もう開けて食べちゃいました。はい。サシャというチョコレートのお菓子です。これは、340円でした。で、私、久しぶりにこれ買ったんですけど、いちごもあるんですね。知りませんでした。で、こっちはまだ食べていないので、ちょっと開けます。こんな感じ。15枚くらい入ってます。じゃあ、早速1枚食べたいと思います。こういう感じで、層になってるんですよ。こう、重なってるですよね。見えるかな？こんな感じ。はい、いただきます。久しぶりに食べた。いちごです。こっちが普通のチョコレートです。これは別のお店で買ったので、ごめんなさい。ちょっとレシートなくしてしまったんですけど、多分こっちと同じくらいだったと思います。これは私が中学生の時によく食べていたチョコレートのお菓子で、美味しいのでおすすめです。案件じゃないですよ。こんな大きい会社から私は案件をもらえるような人じゃないので、はい、普通にコンビニで買いました。もしね、日本にいる人、あと旅行で、日本に来る人がいたら、コンビニでも、多分ドラッグストアとかスーパーでも手に入れることができると思いますので、ぜひ見てみてください。今日何話そうかなって考えてて、まだね、動画のタイトルを決められていないんですけど、でも今日は、忙しい時に、こう、メンタルをどうやって保つかとか、忙しい時に意識してることについて話すと思います。話そうと思います。はい。ちょっとタイトルは違ってるかもしれないです。まず、このね、動画で私が今から話すことは、決してアドバイスではありません。皆さんの環境とか日常生活ってみんなそれぞれ全然違うと思います。忙しさも違うと思うし、仕事をしてない人、学生さん、主婦の人とかも本当にいろんな人が見てると思うから、私が言ったことを真似しようとか、やってみようとか、この通りにするべきだっていう風に思わないでください。本当に人それぞれ考え方も違うし、忙しさも違うので、これはあくまでも私の個人的な考え方、私の今の生活環境でできることについて話していくので、これを皆さんに強制するっていうことではありません。それだけはちょっと覚えておいてください。はい。で、ちょっと本当にここ最近は忙しかったです。あんまり自分で忙しいっていうの好きじゃないんですけど、でも、そうですね、フリーランサーになってから2番目か3番目くらいに忙しい日々を過ごさせてもらっています。で、私はフリーランサーなので、こう、誰かから仕事を押し付けられたりとかはしないですね。自分からやりたくてやってることだから、仕事をもらえるっていうことはすごくありがたいです。でもやっぱり、いろんな仕事が重なってしまうと、精神的にいっぱいいっぱいになることもあります。忙しいのが嫌だというよりは、不安になることが多いですね。この仕事、来週までに終わるのかなとか、多分終わるんだろうけれども、例えば私が風邪ひいて40度くらい熱が出て仕事ができない
ことになったらどうしようとか、なんかそういうこと考えちゃうんですよね、忙しいと。そう。だから、その忙しいと結構メンタルが落ち込みやすいです。すごく不安になります。やっぱりフリーランサーだから一人で仕事をしているし、誰かにお願いするわけにはいきません。で、私はそれがいいからその道を選んでるし、文句を言うつもりはありません。ただ不安になるっていう話をしたいです。そう。で、最近思ったのが、例えばさ、忙しくて不安になって、誰かに話したい、相談したいってなった時に、自分が話して、相手にこう答えてほしいっていうのが、そういう時って私は多いんですよ。例えば、もう忙しくて、もうほんと辛いんだよねとか、精神的にきつくてっていう話をした時に、多分、私が誰かにそれを話すっていうことは、その人に、相手の人に、いや大丈夫だよ、できるよとか、頑張ってねっていう言葉が欲しいから多分それを言うんですよ。そう、多分期待してるの。でも、相手もさ、忙しかったり、精神的な余裕がなかったら、多分そういう言葉をさ、言わない可能性もありますよね。だから最近思ったのは、人に依存しちゃいけないってすごく思いました。こう、精神的にきつい時に、これ私の考えね、私の考えです。自分がきつい時に、もちろん誰かに相談することもいいと思います。私も今までそうしてきたんだけど、でも、それを期待しすぎると、自分の期待と違う答えが返ってきた時にもっと落ち込むんですよ。うん。これはね、本当にその人の性格によると思います。私はそういうタイプなんです。ってことは、自分でどうにかしなきゃいけないなっていうのをすごく最近感じました。もちろん、ね、みんなだったらその相談できる相手がいて、みんななんかいい言葉をかけてくれるかもしれないよね。それだったら本当にいい関係だと思うし、それは素晴らしいし、頼っていいと思うんですよ。相談乗ってくれる人はいます。たくさんはいないかも。いるんだけど、でもやっぱりその人にもその人の人生があって、精神的にいい時もあれば落ち込んでる時もあるから、やっぱほんとにタイミングですよね。その人が精神的に良くない時に私も精神的に良くなくて相談しちゃうと、多分、お互いあんま多分良くないなってすごく思いました。で、どうすれば自分を自分でケアできるかっていうことをいろいろ考えて、私は運動が一番いいなって最近思いました。で、先週は本当に精神的にきつかったですよね。で、すごいへこんでしまって、で、そういう時って、もう本当に家にこもって仕事をしてることが多いんですね、私の場合。家にこもるって分かりますか？家にこもるっていうのは、家から、全然出ないことです。外に全然行かないことです。で、ほんとにそれも、私にとっては精神的に良くないなっていうことがよく分かりました。やっぱり、こう、太陽の光を浴びるっていうのが、すごく精神的にいいなって思いました。で、運動も最近は結構自分の中では取り組んでいる方で、週に3回くらい今は、ジムに行って、ちょっと筋トレをしたり、あと、ランニングを再開しました。ランニングといっても、本当にゆっくり走っています。でも、1時間くらい走ると、体もすっきりするし、精神的にもすごくすっきりします。悩んで悩んでいることが全てなくなるわけではありません。でも、私の場合は、運動した後は、ちょっとポジティブな気持ちになれたり、気持ちを切り替えることができるんですね。だから朝から、夕方まで仕事して、でも、まだ全然仕事が終わってないっていう時が最近時々あるので、そういう時はもう夕方くらいにジムに行って、走って、で、シャワー浴びて、で、帰ってきてご飯食べてからまた仕事をするっていう日が時々最近はあります。でもずっと
家にいて仕事を続けるよりも、一回忙しくても、ちょっと自分のために運動する時間を作ることによって、その後の仕事のパフォーマンスがすごく上がると私は思いました。集中できるんですよね。もちろんあれでは朝からずっと、休憩しないで仕事をしてるわけじゃないですよ。もちろんご飯もちゃんと食べてるし、あと私は徹夜で仕事をするっていうのができないタイプです。睡眠はすごく大事なので、本当にちゃんと寝てるし、ご飯も食べてるし、それは安心してください。ただ、休みがないかな、最近は。うん。なるべく週に1回は仕事をしない日を作ってるんだけど、でもやっぱり、なんだろしなきゃいけない時もあります。でもそれは別に私にとっては精神的に全然影響はないですよね。ただ、いろんな締め切りがあったりとか、たまたまいろんな仕事が重なっちゃった時に、そうですね、ちょっとパニックになりますね。そう、でも、精神的に落ち着かせるために、結構やらなきゃいけないことをもうノートに書き出すことが多いですね。もちろんスマホとかに書いてもいいんだけど、全部書いて、で、整理して、じゃあ今日はこれとこれとこれは終わらせておこう。で、そしたら明日はこれをやろうみたいなことが可視化されるので、私は結構やるべきことを全部書いてます。可視化っていう言葉も、もしかしたら初めて聞く人もいるかもしれませんね。見えるようにするっていうことですね。例えば頭の中で考えていることを可視化するって言ったら、頭で考えていることを書き出して見えるようにするという意味です。で、それはすごく自分でもいいなと思ったので、最近はまずは運動する。で、あと、スケジュールをもっと管理しやすいようにやらなきゃいけないことは全部書くっていうことをやっています。で、あともう一つ私が心がけていることがあります。で、これは、フリーランサーだからできることかもしれないんだけれども、私は自分が毎週やらなきゃいけないこと、例えば YouTube とか、ポッドキャストとかラジオっていうのは毎週発信しています。1週間に1回配信しているんです。で、それは私は3週間先のことは終わらせておくようにしています。絶対に毎週やらなきゃいけないことは常にその3週間後のことをやるようにしています。だから今日これね、2月5日に撮影しているんですけれども、多分この後編集して投稿するのは多分2月の終わりか3月になってると思います。そうやってやっていくと、今みたいに、すごく忙しくなって、もうどうしようってなってる時に、安心材料になるんですよ。例えばもし、今週投稿する動画がまだできてなかったら、もう本当にパニックになるんですよ。もちろん、配信しないっていう手もあります。私、YouTube は自分一人でやっているので、絶対投稿しなきゃいけないっていうわけではありません。だから YouTube のコミュニティとかインスタで今週はお休みしますってお知らせすることももちろんできますよね。で、実際に休むっていうこともできます。でも、やっぱりなるべく最低1週間に1回は投稿したいっていう、もうマイルールみたいなのがあるので、それを達成するために3週間後のことをやるようにしています。で、今回も、もうちょっとやばいかもって思った時に、精神的にね。でも私は YouTube 3週間後に投稿する動画までもう全部終わってるし、ラジオも、ポッドキャストも、だいたいもう今月分は、ポッドキャストはまだやってないや。でも、ラジオはもう全部今月分は終わらせてあるから、じゃあそれは、今週も来週も、やんなくても大丈夫だよね。他のことやればいいよねっていう安心につながるんですよね。でもこれは本当に仕事によると思います。それが私にとっては結構精神的な安定につながっています。うん。ちょっとこっちも食べようかな。突然。これもうすごくね、美しいよね。この層になってる感じ。
うん、食感がいいんですよね。味も美味しいし、食感もいいです。はい、今日は仕事が忙しい時にどうやって自分の心を保つか、安定させるかっていうことについて話しました。忙しさっていうのは本当に人によって全然違います。あと、忙しいっていう思うその感覚も人によって違うと思います。例えば私が今やってることを皆さんが聞いたら、あ、全然忙しくないじゃんって思う人もいると思います。で、あと、これは思って欲しくないんですけど、例えば、あかねさんはじゃあ、こんなに働いてるんだ、じゃあ自分も働かなきゃっていうのは本当に思わないでください。私そこまでやってないですし、皆さんの方が忙しいと思います。誰かにその忙しさを合わせなきゃいけないとか、この人はこんなにやってるから自分もやらなきゃいけないって思う必要は本当にありません。あとは、私はちょっと今忙しいけど、でも、去年の8月くらいは全然忙しくなかったんですよね。時期的なものもあります。だから、その忙しさを比べる必要は本当にないと思っています。別に私はこの動画で皆さんにプレッシャーをかけたかったわけじゃなくて、自分は今こういう状態で、でもこういう風にしたらちょっと精神的に安心できるようになったよっていうのをただ話したかっただけです。あとは日本語の紹介のためにこの動画を作っているので、その、何ですかね、別にアドバイスとかではないっていうことを、ちょっと覚えておいてもらえると嬉しいです。皆さんいつも理解してくれて本当にありがとうございます。じゃあ今日の動画はここまでにしたいと思います。また来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。